こんにちは。ジャパンユニックスの野口です。こんにちは。ジャパンユニックス IPC トレーナーの鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日なんですけれども、先日鈴木トレーナーの方にハンダ付けの0402チャレンジやっていただきました。ハンダゴテの方とホットエアの2種類でちょっとハンダ付けチャレンジ0402チャレンジですね、やっていただいたんですけれども、前回ちょっとお話ししましたけれども、今日はですねマスタートレーナーの方にチェックをしていただくということで、 IPC マスタートレーナーの千葉達也様に来ていただいてますので、千葉さんどうもこちらによろしくお願いします。お願いします。どうぞお座りください。千葉さん、今日はお忙しいところありがとうございます。千葉さん、IPC マスタートレーナーということで IPC と、関わりだしてから大体どれぐらいの年月って経たれてますか？そうですね、大体20年近くになりますかね。20年、2003年ぐらいからです。2003年、ああ、じゃあ相当長いこと。まだその頃って日本で IPC っていうとご存知の方もまだ少なかったですね。少なかったですよね。ここ数年というか、爆発的に僕らも問い合わせ増えたなって実感があるんですけれども、やっぱりいろんな反響変わってきてますか？そうですね。そうですよね。はい。マスタートレーナーっていうと、やっぱり IPC の中でどういった立場というか。そうですね、マスタートレーナーは、IPC の中でも、トレーナーとスペシャリスト、両方を、認証とあとトレーニングすることができるという資格ですね。なるほど。じゃあ、マスタートレーナーがいろいろ見て、そうですね、認証したりとかしていて、指導的な立場にいらっしゃるということですね。前日やったハンダ付けの、動作のチェックと、それからそれをやった基盤の、出来栄えというか、その辺をちょっと一緒に見ていただければと思いますので、今日はぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではですね、実際のハンダ付け動作を見ていただく前に、ハンダ付けをする際にどこに注目してその動作を確認されてるんでしょうか？持ち方と当てる位置ですからね。加熱する、加熱する位置ですね。あとはハンダ糸を与える位置ですね。ハンダ供給の場所。そうです。この位置をやはり重点的に見るようにはしてます。ハンダ付けの基本となるようなところをしっかりと見ているよっていうところですね。わかりました。じゃあ早速ハンダ付け動画の方ご覧いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、まずはフラックスのトフからですね。実はこれをハンダに少し、フラックスをつけてちょっとジャボ付けするような感じですね。そうですね。フラックスペンだとちょっと量が多すぎてしまうので。量いかがですかね？ちょっと多くは見えますけど、全く問題はないですね。はい、許容範囲ということですね。はい、続いて、予備ハンダになります。右の電極にハンダをつけてます。ここまでは問題ないですね。問題ないですか？はい、ありがとうございます。次は、実際の仮固定になるんですが、その前にまたフラックスを清掃した後、清掃した後塗ってますね。ここも OK ですね。 OK ですかね。下の段のフラックス塗布が完了してます。そしてここが僕は難しいんじゃないかと思ってるんですが、実際にピンセットで0202のチップをつまみながら、固定をしていくというところになります。なかなか時間がすいませんね、マイクロスコープを使ってやってるんで、ちょっと距離感がつかめなくて。そうですよね。着地しましたね。今のところは問題ないですかね。じゃあ2つ目、下の段の方に行きます。固定をします。これ少し斜めだから修正するんですね。そうですね。ちょっと曲がってるので。修正は問題ないんですかね？問題ないですね。修正しても問題ないと。で、ここから本ハンダ付けに入ります。このハンダ付けに関しては当てる箇所とハンダ供給が問題ないですね。問題ないですね。実はここは確か線をちゃんと丸くならないように気をつけてるっていうこの間おっしゃってましたね。丸まってしまうとハンダ量多くなってしまうので。でもう一度フラックスを塗布すると。毎回しっかりフラックスを塗布してあげるっていうのは推奨っていうことですよね。
はい。次はまた右の方の、ハンダ付け、右の電極のハンダ付けになります。これもやっぱり当ててるこのハンダの小手先の先端コンマ1ミリなんですけれども、なかなかこのコンマ1ミリっていう小手先はないみたいなんですけど、やっぱこれがないとこの0402は難しいかなと思うんですよね。よくできてますね。ありがとうございます。マスタートレーナーからお声をいただきましてありがとうございます。はい、次はホットウェアの方の、固定の手順の方を動作を見ていきたいと思います。まずはペースト豆腐ですね。これは、タイプ5の理系ですよね。タイプ5ですね。はい。このランドに少しだけ豆腐というのがなかなか難しい。難しいので、そうですね、両手で握ってやってます。両手で、微細なのを出すために、なるほど。でここに0402のチップを乗せていきますね。これはもう上に乗っかったら OK。そうですね。はい、あんま押し付けないようにはしてるんですけど、はい。これはすみません、マイクロスコープ本当難しくて、マイクロスコープだと難しい。言い訳で申し訳ないですけど、いえ顕微鏡だとね、スッといくと思うんですけど、でここから加熱に入ります。はい。なかなかすぐに溶けてますね。はい。これやっぱり時間もそんな長いよりは短い方がいいんですかね、加熱っていうのは。まあそうですね。はい、うまくいきましたね。あっという間に取り付きました。こちらの方が手順としては結構簡単というか、そうですね。手順としては少ない工数がありますよね。はい。ハンダ付けの動作確認、ハンダゴテとホットウェア見ていただきましたけれども、続いてはちょっとその実際にやった基板の部品が取り付いているものの外観のちょっとチェックをしていただきたいんですけれども、外観をチェックするにあたってなんか判定する基準となるようなものっていうのはどういったところを見ていらっしゃるんですか？IPC610 という判定基準がありまして、IPC610、はい、その中で4つの許容レベルがあります。4つの許容、4つですね。はい。一番いいやつからいきますね。一番いいやつ。はい。目標のコンディション。目標のコンディション。はい。で次が許容可能なコンディション。許容可能なコンディション。はい。これはもう良品になりますね。目標と許容可能なコンディションは良品です。はい。OK。はい。で工程改善な必要なコンディション。工程改善。じゃあもうちょっとよくしろよと。そうです。はい。工程の改善が必要なコンディションですね。なるほど。グレーなゾーンですね、これもね。もうちょっと頑張って。そうそう。はいはいはい。もう一頑張り必要な。一頑張り。はい。そうですね。で4つ目が不良のコンディション。それもダメ。これはダメ。ダメです。これは全くいいです。これは全くいい。4つの許容レベル。じゃあ目標のコンディション、許容可能なコンディション、工程改善の必要なコンディションと、もう不良のコンディションということで、その4つを基準に今からそれではチェックしていただきますので、はい、判定の重要な要素として部品の位置と誤差位置ですね、それからハンダの量っていうのは、十分分かったんですけれども、例えばハンダの量とかだと、どういったところを確認されているんですか、量っていう具体的に言ってもですね。そうですね。通常フィレットだと富士山の裾のような感じになりますよね。広がっている。で裾は薄い方が非常にいい状態なんですけども、それがですね、例えば裾が山からこういうふうになってきて、90度ですね。丸くなって90度を目安としてますね。90度。じゃあカンナがこうなっちゃダメ。そうですね。ならない方がいいですね、やっぱりね。これよりこっち側にいたらいい。そうですね。そこを一つの大きなチェックポイントとされているわけですね。90度以下ですね。ですね。わかりました。詳しくはですね、IPC 判定基準610の方には入っていると思いますので、そこをチェックしていただけたらと思うんですけれども、じゃあそこを今からチェックしながら一緒に見ていただきますから、はい、よろしくお願いします。はい、では、固定付けの方ですね、040の上面から見たところなんですけれども、これはどうでしょうか。部品の位置とかはこれはバッチリ決まってますね。目標のコンディションですね。じゃあ素晴らしいですね。一番いい評価をいただいております。はい、続いて斜めから見たところなんですけど、ここではハンダ量を
できますかね。できますね。これ問題ないですね。コンディションで言うとこれは許容可能なコンディションですかね。許容可能なコンディションですね。はい、続きまして、下の段の方ですね。こちら上面、位置はどうですかね。位置は大丈夫ですね。バッチリですね。目標のコンディション。目標のコンディション。はい、位置素晴らしいですね。はい、じゃあ次は、下の段の斜めから見たところですね。左側が許容可能なコンディションで、左側が許容可能。はい。右がこれすごくいいですね。目標のコンディションですね。すごいですね、これ。いいですね。このフィレットがいいですね。すごいですね。はい。これ手ハンダでやってますからね。そうですね。すごいですね。すごいですね。はい。バッチリです。ありがとうございます。バッチリですって。はい、ありがとうございます。両方とも良品ですね、こちらね。じゃあ、上の段も下の段も良品いただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてはホットエアの方の上面からですね。位置いかがですか？これはもうバッチリですね。目標のコンディション。目標のコンディション。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、斜めからのハンダ量の方ですね。こちら上の段の方なんですが、問題ないですね。許容可能なコンディションでしょうかね。許容可能なコンディションですね。はい。ハンダ量が確か90度より、そうですね。接触角が90度を超えてなければ大丈夫ですので。ですよね。はい。じゃあ許容可能。これはもう左も右もそうですね。許容可能なコンディションという形になりますかね。はい。ありがとうございます。下の段の方ですね。上面これ位置いかがですかね。位置は大丈夫ですね。目標のコンディションですね。目標のコンディション。じゃあ位置素晴らしいですね。はい。じゃあこちら、下の段の方ですね。斜めからの方になります。こちらのハンダ量はいかがでしょう。これもそうですね。接触角は90度超えてないようですので、問題はないと思います。許容な可能なコンディションですね。コンディションですね。はい。はい。じゃあ実際の基板のチェックしていただきましてありがとうございました。ありがとうございます。中で解説いろいろしていただきましたけど、まず固定で取り付けた040に、あれについては、OK でしたか？そうですね。丸で。丸です。丸いただきました。ありがとうございます。はい。じゃあ位置も良かったし、ハンダの量も良かったということで、固定でつけた002チャレンジ OK です。成功。ありがとうございます。成功しました。はい。じゃあもう一つ、ホットエアの方、これはポジション、それから量、ハンダ量、これいかがですか？これも良かったですね。了解しました。いただきました。完璧。はい。じゃあ040にチャレンジ、コテもホットエアも大成功ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあですね、ここの辺の詳しいところをですね、いろいろですね、聞きたい方いらっしゃると思うんですよ。今回040チャレンジでしたけれども、他の例えば部品だったらどうなのかとか、もちろんその詳しいことはですね、その610とかその実際の本とかに書いてあると思うんですけれども、実際いろんなこれの場合どうなんだ、これはどうなんだっていう、そういろんなこと聞きたいお客さんとかもいらっしゃると思うんですよ。でいろんなところでセミナーをやってるっていうふうにちょっとお伺いしたんですけど、そのセミナーの情報ってそれからどこでそうですね、もらえばいいんですかね。大体月1回開催しているような状況なんですけども、セミナーの情報はホームページの方からホームページですね、スケジュールの方は確認できますので、今回ホットエアとか、固定でのハンダ付け、行ってますので、ぜひご希望の方は参加していただければと思います。じゃあこちらの概要欄の方にですね、またその開催スケジュールなんかもリンクで貼っておくようにしますので、興味のある方はぜひそちらの方から見に行っていただければと思います。はい、すみません、今日はお忙しいところ、いろいろチェックしていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。